DIY 教室幅定規の使い方、壁際のクッションフロアのカット方法。幅定規は正方形が2マスつながった形の定規です。まっすぐな床材を壁際に突きつけた場合、壁際は一見まっすぐに見えてもわずかな凹凸によって隙間ができます。幅定規を壁に沿わせてカットすることで壁のわずかな凹凸に合わせることができます。今回は床全体にクッションフロアを仮敷きする際の幅定規を使った壁際のカット方法をご紹介します。奥の壁際をカット。まず1枚目のシートを左右の端から端まで敷きます。両端に切り代を残してカットしましょう。敷いたシートを奥側にぴったり突きつけます。シートを壁に突きつけた状態でカットすると幅定規1マス分のシートがカットされますが、手前に5センチずらすことで材料の無駄が省けます。壁際からシート幅プラス5センチの位置で数箇所に印をつけます。手前の端を引き寄せ印に合わせます。奥の壁に幅定規を沿わせながらカッターを当ててカットします。両端の不要な部分は角から斜めにカットしてカットした部分を取り除きます。突きつけるときに凹凸を合わせたシートと壁の位置がずれないように幅定規でシートと壁の両方に印をつけます。シートを奥の壁に突きつけ壁とシートの印を揃えましょう。奥の壁際のカット完了です。左右の壁際をカット。手前側の端に沿って線を引き、幅定規の2マス分より長めに手前の端に約20センチのマスキングテープを貼ります。幅定規1マスの間隔でテープと下地に印をつけます。シートの左側を折りたたみ、幅定規1マス分左側に動かします。幅定規でカットする際、邪魔にならないよう、右の壁に当たる部分を粗切りします。幅定規を壁際に沿わせ1マス分の幅でカットします。ずらした分を元に戻すと右端が壁にぴったり合います。ここから右端を折りたたんでさらに1マス分右側に動かします。左端も右端と同じように壁に当たる部分を粗切りして幅定規でカットしてからシートを元の位置に戻します。折り曲げていた右端を戻してマスキングテープを剥がします。次の列のシートを広げ柄を合わせて重ねます。隣り合うシートの同じ柄がぴったり重なるように継ぎ目を真上から見ながらパタパタめくり
位置を調整します。位置が決まったら余裕を持たせて端をカットしましょう。1枚目と同じ手順で左右にずらします。シートが重なる継ぎ目の部分は継ぎ目の下側までカットしないように下側のシートを一時的にめくっておいてから幅定規で端をカットしてめくった下側のシートを戻します。あとは同じ方法で仮敷きしていきましょう。最後の1枚になるまで敷いていきます。最後の壁際をカット。最後の1枚を幅定規でカットする場合、継ぎ目の重なりを含めた残りの幅を測って5センチの切り代を足してカットします。壁際を幅定規1マス分ずらしてカットするために継ぎ目の柄から1マス分ずらして位置を合わせます。まず合わせる柄を複数決めて位置を揃えて並べます。柄をずらす大体の位置にマスキングテープを貼りシートと平行に幅定規を当てずらす位置に印をつけましょう。最後のシートの柄をずらした印に引き寄せます。上側をパタパタめくってずらした印と位置を合わせると壁際から1マス分内側に動かした状態になります。壁際に幅定規を当ててカットします。シートを壁際に突きつけ柄を合わせます。最後も同じように左右をカットすれば仮敷き完了です。